さて、本日はですね、ちょっと増えすぎた機材を断捨離していこうと思いまして。っていうのもね、もうね置き場がないんですよ。僕この自宅の撮影部屋の他にもう一つ物置として使ってるね部屋があって、でそこも半分機材で埋まってて、でさらにねもうそれじゃ足りなくて、別に倉庫も一つ借りてるんですよ。いい加減ね重い腰を上げて整理しなきゃと思ったんですけど、僕が持ってる機材って、自分で買ったもの以外にもこの YouTube のレビュー用にね企業さんからご提供いただいているっていうようなものも多いんですよ。でそういった製品って国内の正規ルートで買ったものではないので、正直保証の対象になるかも僕は分からないのでね、メルカリとかヤフオクとかで販売しづらいんですよ。事情をねこう知らない人に売ってしまうと、やっぱりどうしても後々トラブルにつながる可能性があるというか、ちょっとそういったことは避けたいので、どうしようかなと思った時にですね、ひらめいたんですよ。プライベートなストアを立ち上げて、でそこ経由でね事情を知っていて、こう大事に使ってくれそうなこう視聴者さんにお譲りすれば良いのではと。となればね、善は急げということで、今日はどの機材を手元に残して、どれを手放すのかっていうことを選定しつつ、実際にねこうストアを構築してそこに並べていこうかなと思うんですけど、そのストアっていうのが本日のスポンサーであるねスクエアスペースを使って、僕オリジナルのオンラインストアを作っていきたいなと思います。では、やっていきましょう。じゃあね、まず機材を選定する前にスクエアスペースをちょっと簡単に紹介したいなと思います。もしね海外のクリエイターの YouTube をよく見てる方であれば、なんとなく知ってるんじゃないかなと思うんですけど、スクエアスペースは誰にでも簡単におしゃれでハイクオリティなホームページが作れるウェブサービスとなっていて、海外ではね非常に人気で多くの著名クリエイターが、公式サイトだったりとか、あとはポートフォリオサイトとして利用してます。そんなねスクエアスペースがこの度満を持して日本でもねサービスが開始されるということになりました。で僕も今回ねオンラインストアを立ち上げてみようとちょっと触ってみたんですけれども、アカウントをね作ったらこんなねめちゃめちゃおしゃれなテンプレートから、自分の好みのものを選んで、ブラウザー上から簡単に写真を差し替えたりテキストを打ち替えたり、あとはちょっとレイアウトをカスタマイズしたりなんていうことも簡単にできてしまいます。またテンプレートから始める以外にも AI にねこんなホームページにしたいっていうことを伝えて、やり取りしていくことによってね、ものの数分で本当自分のね作りたいホームページを構築することができて、 HTML とか CSS とか、そういったねウェブサイトを作るのに必要な知識っていうのが一切なくても誰にでも簡単にねウェブサイトを作ることができます。で今回僕はねオンラインストアをここに構築したいんですけれども、スクエアスペースには e コマースの機能がね組み込まれているので、製品を登録するだけで在庫の管理はもちろん簡単にストアに並べて販売することもできて、その注文の管理だったり、あとは決済完了のメールだったりとか、そういった機能もしっかり備わってて、なおかつそれらも全てカスタマイズすることができます。ただしオンラインストアを始める場合、決済サービスは外部と連携が必要になってくるんですけれども、最もね手軽にやろうとするのであれば、ペイパルアカウントをね作って連携させてしまえば、本当にね誰にでも簡単に自分のオンラインショップを持つことができます。っていう話をしてる間にね、僕のオンラインストアざっくりこんな感じでできました。じゃあ早速ね機材を選定していって、ここにちょっとね、今回、手放してしまう製品っていうのをちょっと登録していきたいなというふうに思います。この選定は時間かかるぞいやね結構あるんですよ。ちょっとね今仕事で使ってる借り物とかもあるんで、これを全部検討にかけるわけじゃないんですけど、でもね昔から使っててすごいね思い出あるものとかも結構あるんで、悩ましい。はい、というわけでじゃあね機材選定済ましましたよなかなか苦しい決断ではあったんですけれども、今回ね手放すボディの方を紹介していければなというふうに思うんですけれども、ただねレンズとかあとは細かい周辺機器、これらに関してはちょっとね別の動画で紹介させてもらおうかなと思います。っていうのも数が多すぎて全部は紹介しきれないんですよ、この動画の1本で。なのでまず今日はボディなんですけれども、まず最初はこちらソニーの α6400 でございます。で APS-C はねちょっと手元に1個残しておきたいなというふうに思っ
ているんですけれども、まあでも FX30 があるので、今回ねこの α6400 は、お役御免ということで、はい、放出することにしました。結構ねスタジオとかでは俯瞰撮影用、やっぱりねちっちゃくて軽いんで使ってたんですけれども、はい、今回こいつはグッバイということで、次はですねこのソニーの α7 III ですね。さすがにちょっとね、今となるともう型落ちしてる製品ではあるんですけれども、特に動画ね、こいつは420の8ビットまでしか撮れないので、動画性能っていう面においてはやっぱり最新世代の α7 IV と比べては劣ってしまうんですけれども、ただ最近のねこのフルサイズでかいんですよ。でこの α7 III ってね、まだグリップとかもねすごくこう浅くて、ボディ全体もすごくコンパクトになっているので、もちろん動画も撮影できますよ。僕のチャンネルで一番再生されてるような動画って大体これで撮られてるんで、これからフルサイズ始めたいなとかっていう風に思っている、学生さんとかね、ちょっともう20万30万もカメラにお金出せないわみたいな人にちょっとねお譲りできればなというふうに思って、はい、こいつも放出ということで。でね、悩ましかったのが、僕のねこの YouTube 用のスタジオで使うメインカメラ、それを何にするかなっていうところでちょっと悩んだんですよ。ソニーの α7S3 と α7 IVで、この2つやっぱどっちかは残したいんですけど、でも今回放出するのはα7S3 かなっていうのも、FX3 と、あと今ねここで、撮影で使ってるのがね Vlogcam ZV-E1 になるんですけれども、この3台同じセンサーを搭載しているので、さすがに3つもいらんやろっていうことで、この α7S3、ね、長らく僕のメイン機であったこいつをついに手放す時が来たのかということで、はい、今回こっちを放出して、で α7 IV は一応こいつは今回キープということで、はい、主に僕の YouTube 用の撮影カメラですね、はい、としてちょっと手元に残してればなというふうに思います。でこの α7R5、はい、こちらは、売りに出しません。僕の写真とかのねメイン機なんで、こいつはちょっとさすがにまだ放出できないなと。で次はねこの富士フィルムの X100V ですよ。はい、一時期は品薄で中古価格の方が高くなるなんていうね、現象も起きてたこのカメラなんですけれども、こいつも今回ちょっとね、手放そうかなというふうに思っております。スナップ用のコンパクトデジタルカメラはこっちがあるんでね、今使ってるライカ、ただでもなんか今噂あるじゃないですか、富士の中盤でコンパクトがもしかしたら出るんじゃないかっていう噂があって、それはそれで飛びついちゃうんじゃないかなと思うんですけれども、一旦こいつは今回放出ということになります。でですね、お次はこいつ、ポケットシネマカメラ 6K になります。ポケシネ 6K はね今第2世代のものが出ていると思うんですけれども、こっちはね第1世代のものになります。なのでこいつも型落ち製品にはなるんですけれども、でもやっぱりねローが内部収録できるっていうのと、あとね絵ですよ。ブラックマジックの絵は本当に素晴らしい。でこいつに関してはですね、このレンズ、これシグマのね、1635と、あとここについてるバッテリー、外部バッテリーで、さらに、フォローフォーカス、こういったねワイヤレスのフォローフォーカスがついてて、これはね過去にも全部レビューしてるので、そちらの動画を見ていただければなというふうに思うんですけれども、入門用、シネマカメラフルセットという形でちょっとこいつは販売したいなというふうに思っております。でレンズに関してはちょっとね全部ではないんですけれども、例えば、バティスの 25mm とか、あと 40mm とか、この辺だったり、この 40mm の G レンズだったりだとか、70-200の G レンズ、この辺りも、今回ちょっと放出しようかなと思ってます。でそれ以外はというとね、こういった種類のアナモルフィックレンズ、いやこれねやっぱりソニーの純正レンズとかとは違って、やっぱアナモルフィックレンズらしいねすごくいい写りをするんですけど、このシリーズ以外にもね僕種類のアナモルフィックレンズいっぱいあるんですよ。
でこいつはね APS-C 用だったり、こいつはフルサイズ用だったりと、すごくねコンパクトなで使い勝手のいいアナモルフィックレンズになっているので、こちらもね過去にレビュー動画を出しているので、どんな感じの写りになるかっていうのが気になる人はね、過去の動画を見ていただければなというふうに思うんですけど、この辺りのちょっとシネマレンズも今回ね放出しようかなと思っております。はい、というわけで今回はですね、これらの製品なるべくね中古市場価格よりも、お安く放出できればなというふうには思っているんですけれども、っていうのもやっぱりね普段僕の動画を見てくれてる人、僕の活動を応援してくれてる人にで、これらの製品、欲しいなという人がいればぜひね大事に使っていただけると思うので、そういった方にお譲りしたいなという気持ちがあるのと、冒頭で言った通りちょっと訳あり製品も一部あったりするので、ソニーのカメラとかはこれ全部正規ストアで買ってるものなんですけど、さっきのね種類のレンズとかっていうのはあれメーカーさんからご提供いただいたもので、僕も国内の正規ルートで購入したものではないのでね、一部そういった製品もあるということで、そういったね事情も僕のフォロワーさん、視聴者さんだったらご理解いただけると思うので、そういった方に向けてね販売したいなというふうに思ってます。なので広く一般公開するストアでは今回ございません。この動画がアップされたタイミングでは申し訳ないんですけど、多分まだストアの準備はできてないと思います。ただねどれが売りに出るんだろう、早く知りたいという方はですね、概要欄のリンクの方から、今回構築したストアのリンクが貼ってあるので、そこからね、先行してご覧いただけます。で正式に、販売開始がされるタイミングっていうのは別途ねアナウンスさせていただければなと思います。もしかしたら第1弾第2弾みたいな感じでね分けるかもしれないです。僕もいっぺんに発送業務とかが多分できない可能性があるので、ちょっとそこは他の仕事との兼ね合いで少し販売のタイミングをずらしたり、あとはもしかしたらねまだメーカーの保証対象内で、メンテナンスできるものがあれば、メンテナンスをしてから、ストアに並べるといったようなこともできればなというふうに思っているので、はい、そのあたりのねちょっと続報はお待ちいただければなというふうに思います。でまた今日紹介したこのスクエアスペース、本当にね手軽に誰にでもウェブサイトを作れるようなサービスになっていて、それこそドメインの取得までここでできてしまうので、本当にね誰にでも簡単で1日でオンラインストアをね構築することができます。なのでフリーランスの方でまだ自分のホームページを持っていないという方だったり、自分もね、例えばなんかオリジナルラットとかライトルームのプリセットとかね自分のストアで販売したいよっていう方はね、ぜひこのスクエアスペースちょっとチェックしてほしいなと思います。ぜひね概要欄の無料リンクの方からまずはちょっとねどんな感じでウェブサイトが構築できるのかっていうのが無料トライアルでできるので、ぜひね試していただきたいのと、このねクーポンコードを入れることによって初回 10% オフでウェブサイトを構築できるということになっておりますので、ぜひねそちらも合わせてご検討いただければなというふうに思います。はい、それではね本日の動画は以上となります。それでは皆様、続報をお待ちください。ではまた次の動画でお会いしましょう。ピース。